皆さん、グロミナエクステンダーです。僕はですね、普段、施設で働いているわけなんですけども、高齢者施設ですね。あんまり大きなとこじゃないんですけど、いろんな方がいるわけですよ。認知症があんまり進んでいない方、結構進んでいる方、喋れる方、全く喋れない方。で、ご飯が自分で食べれる方もいれば、全部こっちでね、食べるの手伝ってっていう方もね、いるんですけど、日々ね、そういう人のお世話をしながら、自分もね、どういう老後になるのかなって考えてみたりするわけなんですよ。自分が今27歳なので、施設にいる方は大体が70代後半から、100歳はいないなって感じなんですけど、60年後自分は何歳になっているのかな。自分も認知症、ここまで進むのかな。それとも、この人みたいに明るく冗談言えたりするのかなと、90いくつになってもこうやって軽口叩けたり、冗談言えたりってするのかなとか、あるいはこの人みたいに自分でトイレも行けないような、おむつも自分であげられないような風になるのかなとかね、考えてみたりするわけなんですよ。そういう風にね、自分の老後を、想像しては、いろんな思いをいろんな思いを逡巡するわけなんですけども、あれ自分ってどうなるんだって。いや、これってただね、自分の老後になった時の、なんていうか、フラットな想像というか、ニュートラルな、想像、心配をしてるわけじゃなくて、年金を心配ですけどね、あるのかなって年金っていう制度、自分が70いくつになった時。そういうのじゃなくて、チャンネル名見ての通り、自分ってマイノリティなわけじゃないですか。しかも X ジェンダーなんてわけのわからない構造をしているわけなんですよ。なんですよ。高齢者さんが、ご老人とかが身近にいらっしゃらない方は、あんまり想像つかないかもしれないんですけど、年老いたとしても自分のことが全て自分でできたりとか、移動も自分でできたりとかってする方もいるんですけど、そういう方がいるっていうことは何もできなくなっていく方もいらっしゃるわけで、施設に入られるとします。施設以外にもね、たくさんあるんですよ。在宅のまま介護のサービスを訪問で受けたりとかってあるんですけど、そうじゃなくって、施設に入られた方は、集団生活をすることになるんですよ。個室はもちろんね、一人一人あるんですけど、ご飯みんなと同じ食堂っていうかホールで食べたりするわけなんですけど、しばしば、男女で分けたりすることがあるんですよね。なんでかっていうと、体に直接触れて介助をするから。介助って手伝うってことね。お部屋も、男女の価格で分けているところもあれば、ある程度、体の能力とか認知能力が落ちていったら、もうそんな分ける必要もなくなってくるんですけどね。状況がよくわからないっていう風なとこまでね、なっていくから。利用者さんとか入居者さんってよく言ってるんですけど、我々は。入居者さんによっては、男の人の介助しか受け付けなかったり、逆に男の人が近寄れない介助、利用者さんもいたりとか、この方には男のスタッフが介助に当たりましょうね。この人には女のスタッフが介助に当たりましょうねっていう感じなんですけど、あれ私は一体どうなるんだと。いや、施設入りたいわけじゃないっていうか、家にいたいんですけど、入りたくないんですけど、自分は。もし、そういう集団生活になるすることになったら、おそらく男に振り分けられるはずなんですよ。なぜかというと、体がもろ男なんで。ね、ここもね、あれば別に脱ぐ必要はないんだけど、チンの棒もあるわけなんですよ。ただね、僕は、そうなると、多分ですけど、居づらくなると思うんですよ。なぜかというと、中学、高校がそうだったから。思春期の話とごっちゃにすんなって話なんですけど、高校生過ぎた後もね、長らく、ね、環境的にね、皆さん女性ですから、男でしょ？男は何々って結構言われてきたんで、今も言われてるんですけど、そう、居づらくなるんですよ。で、ただ、それは、今の話であって、じゃあ、これが、僕が介護を受けなきゃいけなくなる年になっているということは、マイノリティだとか言われている世代が、もう当然その世代に介護を受ける世代になっていくわけですよ。としたら、自分だけではないと。しかも、そうじゃない人にも、
そういう人が一定数いるという環境になっていくわけで、老人社会が。例えば変に配慮をされたとします。変に配慮された結果、私は一体どこに行くんだろうと。例えば女の人の席に、いや、一緒にいいよ、どっちでもいいよっていう風に言われたとて、周りはね、今度それをどう思うだと。今までのことの繰り返しが起きるわけですよ。今までの。じゃあ、そういう何か特別な配慮を必要とするというか、その配慮の必要に迫られている、区画にその人たちを集めるとするじゃないですか。介護回るのかないや、これ、俺どうなるかなって。最近ね、それを考え出したらね、頭の中ぐるぐるしてね、もう終わんないんですよね。あと、普通にお風呂とかですよね。大浴場的なものがあるところもあるんで、一定以下まで身体能力が落ちれば話は別ですよ。いっぺんに入れますよ。でもね、中途半端に僕の能力が残ってしまった場合、僕はどうするんだろう、周りはどうするんだろうってね。逆だな。僕はなんて思うんだろう、周りはどうするんだろうって。そもそも、施設に入る前にしたって、僕は一体この性別を自分でどう取り扱っていくんだろうとね。今、早い話何を着るんやろうと。で、メイクはしてくんかなしていくというかできるんかなって。だんだん、ね、このまま、年老いていくわけでしょ。で、その年の老い方は、確実にね、男の体が老いていくわけですから、僕のね、見たことのある、男性のご老人というのは、似たような年の取り方するんですよね。いや、無理じゃね？いや、でもこれはあれか、女の人もそうか。だんだんできなくなっていくか。じゃあ、でね、考え出したらね、本当にキリがなくなってって、いや、年を取ったその結果、自分は自分のこのね、性自認、X ジェンダーってね、いう性自認でやらせてもらってるんですけども、人生を。これは今までのことを思い返してなんですけど、多分、ここでね、ちょっと心配していることを今そのまま言うと、自分の性自認を諦め始めるのではと思うんですよね。中学校、高校で、無理をして合わせてたんですよ。自分がマイノリティだってマイノリティとかっていう単語がその時はまだなかったというか、僕は知らなかったから、そういう自覚も持ちようがそういう自覚を持ちようがないんですけど、自分の性自認を認めてあげられない環境にいると、そういう自覚を封じ込めようとするんですよね。だったんですよ。だから、いきなり年を取って、いきなり動けなくなって、いきなり施設に入るわけじゃないから、施設に入る人の介護を必要とするまでのこの過程もあるわけじゃないですか。で、それがだんだん40代になってて、50代になってて、60代になってて、30代、50代になってって、60代になって、70代っていう風に、だんだん年を取っていって、自分の性自認とか性表現っていうのを、年を取っても認めてあげられるのかなって。そもそも性表現っていうのが多分難しくなるんですよね。着れ服とかメイクとかで、自分を表現する幅が手段がどんどん少なくなっていくように僕には見えていて、頑張って自分の性自認を認めてあげた経緯があるので、手放すのがなんとなく怖いんですよね。でも、もう、これあれか。普通に自分が年取ったらどういう風になるんだろうっていう想像と近しいものがある。いや、同じなのか。同じなのかな。わかんなくなっちゃった。あれ？実際なんでもないのかな。もしかしたらだんだんなくなっていくのかな、そういう心配も。僕ね、この髪型、もう髪切っちゃったからね、最近は違いますけど、結構僕、女の人と間違えられるんですよ。そう、一人称が僕だから、
僕っていう一人称を使って初めて、お姉さん男って言われる。お姉さん男って質問もちょっとよくわかんないんですけど、お姉さんもしかして男の子って、まあ、どっちでもいいでしょって答えるんですよ。そしたら、あ、そうやなって言うから、向こうも聞いたことも答えられたことも忘れてるから、次話しかけれた時には、ちょっとお姉さんって言われる。だからもうほんまにどっちでもよくなっていくのかな。そうかもね。今聞かされている人たちはね、これ何のこっちゃっていう感じかもしれないんですけど、ちょっとまあ、ふと頭に思い浮かんでこびりついて離れなくなってしまったので、一旦動画にしてみました。一旦動画にしてみました。もしかしたら同じようなことを思っている人がいるかもしれない。この辺にいるかもしれない。はい。なので、一旦すべて吐き出してデータに収めてみました。ちょっと意味わかんなくなってきちゃったな。まあ、一旦マイノリティって年を取った時にどうなっていくんでしょうねって、どういう扱い方になるんでしょうねっていうお話でした。あれなんかこんなはずじゃなかったんだけどな。一旦閉めてみますか。はい。ということで。本当にごめんなさいね。なんかここまでまとまりがなくなるとは思ってなかった。まあ、これは僕が、間近でそういう高齢者さんの生活を見ているから自分がたまたまマイノリティでそういう心配というかそういう想像を膨らませられる環境にいただけだったのかな。まあね、多分今までそういう自分の性自認、性表現っていう心配をして生きてきたからなんだろうなと。未来の想像に対してもそういう心配をしてしまうんだろうなっていうね。まあ、するだけ無駄な心配なんですけど、で、僕らがこう介護を受ける年になっていくってことは、まあ、今持っている考え方とか、今ある常識って、まあ、その時の、その未来では同じく常識であり続けるかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、そういう人たちがいるよ。あるいは、まあそういう方ね、なんか、まあいろいろや、その、マイノリティだけじゃない、まあ何かの病気とか何かの障害とか、そういうものに対して理解があるっていうステップを踏んだ方たちじゃないですか。方たちって、まあ僕らがそうなるわけじゃないですか。まあだからその、同じ介護の世界ではないんですよね。同じ介護の世界ではないし、で、その時にその職業についている人たちって、今から50年後に生まれてくる人たちもいるわけだから、なんか全然違う世界のはずなんですよね。まあだから、まあどういうふうにそういう介護福祉の世界が変わっていくんだろうって思ったのがまずスタートなんですよね。ちょっと考えてみたいね。考え出したら本当にキリがない世界になってしまって、なんか自分の脳の容量と脳の能力では手に負えません。あれ企画倒れたまあ、そういうわけです。すいません。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。ではまた。さらばー。本当にありがとうございました。てかあれか。そもそも僕が認知症になったらそれ考えてらんなくなるんだ。いや、でもパーソナルに関するところはあるからな。じゃあもうあかんへんな、もう。あかんな、これは。